皆さんこんにちは。これから弾丸世界一周に出発します。東回りで約2週間で海を渡り日本に帰ってきます。無事に成田国際空港第一ターミナルに到着。いつもと違い今回は非常に緊張していて食欲が落ち3キロ痩せて出発です。すべてを個人手配にしたことで何かのっぴきならないことが起きた時は自分で対処することになります。旅行代理店を入れればよかったとお金をケチったことを大変後悔しました。ごちゃごちゃ言っていますが荷物を預けてさっさと出国しましょう。一番最初に訪れる国はメキシコシティです。 ANA のビジネスクラスで出発します。大丈夫です。メキシコは初めて訪れるのですが家族には行くのを反対されていました。一度言い出したら聞かない性格なのを知っているので押し切りました。安全な行動を約束して出発です。ビジネスなのでファストトラックから入ります。緊張してきました。時間通りに出発です。 ANA のラウンジに潜入成功。何気に ANA のラウンジは初めて入ります。今回はスターアライアンスのビジネスクラスの世界一周航空券での旅になります。前回の動画でもお話ししたのですが自分の生命保険を解約してその資金で旅に出ます。ブック&フライというツールで世界一周の旅程を計画してオンラインで予約をすることができます。初めてで不安でしたので全日空に電話で予約をしようと思い電話をかけました。しかし全然オペレーターにつながらずアナウンスでつながるまで2時間お待ちくださいとのことでせっかちな私は待てず30分で切ってしまいました。本当にせっかちなのでオンラインで予約をすることを決意します。何せ大きな買い物なので入力には細心の注意。心臓はドッキドキでした。ワンクリックで86万円の会計が済みその後はなぜか乗らないのにルフトハンザ航空の方からバンバン旅程表などの確認メールがやってきます。 ANA が担当のエアラインになるのかなと思っていたらどうやらルフトハンザになる様子です。何か変更があるときは電話にてルフトハンザに電話をする様子です。英語でのやり取りとのこと。ハードル高くない？いつも旅レジに登録していくのですがメキシコはハリケーンに注意とか大統領選挙があって放火とかデモとか混乱が一部地域で発生しているので十分に注意してくださいとの注意喚起メールが直前にありました。多分初めてぐらいです。行く前のワクワクではなく緊張で押しつぶされそう。アルコールで気分を和らげよう。お酒の前にとりあえずシャワーを浴びようと思います。こちらの機械でシャワーの受付を済ませます。間違いなくすぐにお呼びがかかりました。7番ブースです。とても清潔です。そしてアメニティが結構揃っています。スリッパ、歯ブラシ、コーム綿棒、タオルは3種類。大中小がありふかふかでした。髪の毛まで洗っちゃった。さっぱりしました。あと1時間ぐらいゆっくりできるのでアルコールでもいただきましょう。あれさっきよりすごい混んでます。ご飯ロボットを発見。福神漬けをちょっと大好きなスーパードライがある。
酔っ払ってしまうと乗り物酔いしてしまうので一杯だけにしておこうと思います。それではいただきます。乾杯。こりゃうめえ。窓際の席を取ったのですが満席でした。すごい混んでるんですね、この時間。本日の1食目、ビールとカレーです。いただきます。甘口のすごい美味しいカレーです。サラダ、サンドイッチ、ミニシュークリームなんかもありました。ビールのつまみにたこ焼き、唐揚げ、おにぎりと芋を持ってきました。たこ焼き美味しい。これから機内食もあるからあんまり食べないようにしないと。締めに杏仁豆腐を食べてそろそろゲートに向かいましょう。53番ゲートから出発です。それでは乗り込みます。今回事前座席指定で窓際を予約。意外と埋まっていてビーコンの一番後ろしか空いていませんでした。でもよかった、窓際の席が取れて。席はなんと羽の真上でした。少し残念です。飛ぶ前にトイレにお邪魔しました。なんと窓付き歯ブラシ、マウスウォッシュ、ボディティッシュがありました。ヘッドホンにスリッパ、アメニティポーチ、枕に布団の掛け布団と敷布団のセットがありました。靴べらとシューズカバーもあり、私はおちびなので足は楽々伸ばせます。あれ、なんか外に可愛いのがいるけれども、あららら可愛い。シャンパンではありません。スパークリングワインで乾杯です。日系の飛行機の安心感。今回もぽーちゃんと一緒に旅をします。メキシコ行きの機材は特別なエンジンを積んでいます。標高2200メートル超えのメキシコ国際空港は富士山の5合目に匹敵します。少し古さは感じますが、特別だと思うと可愛く思えてきます。いよいよ出発します。少しお席の紹介をします。テーブルはモニターの下から引き出すタイプです。テーブルの位置を加減できるのが便利でした。はい、潔癖症。コンセントはモニターの下にあります。こんな感じ。メキシコとの時差が15時間あり、昼夜が逆転なのでメキシコ時間に合わせて機内では食後の後にすぐ寝ようと思います。フルフラットになります。テーブルの縁の電気がつきます。リモコンはなかなかレトロです。読書灯もあります。
アメニティポーチをご紹介いたします。エッティンガーのオレンジ色のポーチです。 ANA カラーのショッピングバッグ。アペダのボディローションとリップ。空のレストランのメニューです。肉食女子は肉を予約しています。お好きな時にメニューがこんなにいっぱいある。しかも一風堂のラーメン。充電をするのにテーブルは出したくないので、コンセントの位置が微妙な時は紙袋に入れてかける。こんな感じです。レストランの時間です。シャンパンをいただきました。アミューズに ANA オリジナルスティックと砂肝とチーズオリーブ。それでは祝杯。これ絶対美味しいでしょう。砂肝大好物だから嬉しい。美味しい。 ANA オリジナルスティック。こちらも香ばしく歯ごたえがあって美味しい。これ売ってるのかな。アペタイザーが届きました。スモークホタテとマンゴーラビゴットって何ですか？それとカポナータとそら豆のムースって何ですか？初めて聞く言葉なので分かりませんが、庶民代表いただいてみます。唯一食べれる貝類がホタテ。いただきます。うまい。空の上でこんな素敵な食事ができるって誰が考えたんですかね。途中パンを挟んでメインがやってきました。なんと神々しい。牛フィレ肉のソテー、プラムソース、ポレンタ添え。ポレンタって何ですかね。ミディアムレアかな。私はステーキはいつもレアで食べます。お肉がうまい。ワインかなんか頼んだと思うんですけど、濃い。これがポレンタですかね。後で調べたらトウモロコシの粉をだし汁で練り上げたイタリアの食べ物だそうです。デザートは別腹ということで3種類いただきました。チーズの盛り合わせにフルーツにムースです。チーズはブルーにフレッシュハード。フルーツはキウイ、スイカ、パイナップル。ムースはイチゴのようです。チーズは大好物なんですけど、お腹は少しアレルギーを起こします。甘いもので幸せ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お腹パンパンです。全然眠くはありませんが、メキシコの時間に合わせて睡眠をとる準備をします。まずは敷布団的なものを引いていきます。ベッドの準備が完了しました。完璧。それではおやすみなさい。おはようございます。3時間ぐらい眠りました。おめざのラーメンをいただきましょう。一風堂のラーメンです。寝起きでラーメンを食べる自分も信じられませんが、とってもいい匂いです。いや、美味しすぎます。一風堂のラーメンが飛行機で食べれるとは大変美味しいです。辛いのを投入しましょう。さらに美味しくなりました。なんとですね、ラーメンの後に素敵なサプライズが。
行機の搭乗の時に客室乗務員さんにこれから世界一周することを何気にお話ししたのですが、一周のスタートにとこんな素敵なプレゼントをくださいました。初めてメキシコに行くのと初めて世界一周をすることの不安でいっぱいな気持ちを一気に溶かしてくれました。お二人の方、本当にありがとうございました。感動で一泣きしてから朝食がやってきました。朝食も洋食にしました。ラビオリのレモンクリームソースです。朝からしつこそうですが、レモンの香りが爽やかで美味しくパクパクいけました。自分でも信じられませんが、ラーメン、サプライドアイス、朝食とペロッと3食完食しました。そろそろメキシコに着きそうです。なんか開いた。きれいに整えておりましょう。飛ぶ鳥跡を濁さず、大好きな母の教えです。ありがとうございました。またお会いできる楽しみにしてます。ありがとうございます。ANA の客室乗務員さんは世界一なんじゃないかなと思ったフライトでした。ますます ANA が好きになりました。無事にイミグレーションを抜けてバゲージクレームでのピックアップなんですけれども、掲示板みたいなものはなく、レーンを自分で探さなくてはいけませんでした。今回出発前に急遽心配になり、エアタグを荷物に仕込みました。直行便なのでロストバゲージの心配はありませんが、安心のため直前に購入して仕込みました。メキシコに上陸です。早速楽天モバイルでネット回線につなぎ、本日のお宿に行こうと思います。楽天モバイルは海外で無料で月に2ギガまで使用することができます。機内モードをオフにするだけですぐにつながりました。マジ神。信号のない大通りを渡ります。怖かった。 Google マップで探します。危な。スレスレを車が通っていきます。怖い。口笛吹かれたぜ。明日また飛行機に乗るため空港の近くにホテルを取りました。明日は今回の旅のメインのオアハカへ向かいます。美味しそう。オアハカはメキシコシティから飛行機で約1時間ぐらいのところです。この旅で一番楽しみにしている街です。というか完全に迷子になりました。 Google マップのピンはもうこの辺なんだけどな。全然わからなくてうろうろします。いや、アロメヒコ。食堂にいたダンディにホテルを聞いてみます。どうやら案内してくれるそうです。先ほどずっとうろうろしていた付近です。これか。ピンコン。アロメヒコ。シグラシアス。てか看板ないからわかるはずないよね。
約1分ぐらい待ちまして、扉が開かれました。オラオラグラシアス。お、Thank you。よかった。グラシアス。オラ、あ、かわいい。ジャポネ、ハポネ。いや。よかった。あのダンディがいなかったらたどり着けなかったです。本当にグラシアス。あの門構えからは想像つかないほど奥行きがあります。しかもカラフルですごいかわいい。かわいい。チェックインが完了したのでお部屋に案内してくださいます。こちらのアロメヒコホテルは空港から迷わなければ歩いて10分ぐらいの距離にあります。Yeah. Thank you. ありがとう。これが鍵。あ、the room? La room and this. Yeah. Thank you. Bathroom? Bathroom? Yeah. Okay. Thank you. Bathroom. トイレ&シャワールームという感じです。こちらのホテルトリプルルームが1泊3638円でした。あれ？トリプルルームってこんな感じだったっけ？やばい、蚊がいる。蚊に刺されるとデング熱になったら嫌だからね。あれ、これ捕まえた。アゴダで予約を確認します。あ、ちょっと待って。窓付きでベッド3台になってる。どういうこと？ということで通された部屋が先ほどの隣の部屋のブルーのお部屋。さっきより広いからマシかな。扇風機と鏡があるしね。こちらでいいか。せっかくなのでちょっと探検してみます。色合いがポップですごいかわいい。ちなみに宿の方曰く昨日の大雨で窓が割れてしまい、私の予約の部屋が使えなくなったとのこと。本当かな？ちなみにですね、バスルームがすごい怖くて、鍵がこれ。そしてアコーディオンカーテンのドアです。バスルームは2つあったんですけれども、1個壊れていたので実質1個しか使えませんでした。そして最大の問題は部屋の鍵がかからないことでした。もう何回も交渉するのが疲れてしまったので、とりあえず近所のパトロールに出かけます。空港の近くは治安が悪いとの情報でしたので、明るいうちにご飯を食べて移動の疲れもあるので早く休みたいと思います。メキシコペソをキャッシングしに空港に行きます。空港内は安全との情報です。BBVA というところでキャッシングをしようと思います。3000ペソをキャッシングしました。日本円でおよそ26,600円ぐらいです。ドキドキした。セブンイレブンがありました。ちょっと安心します。空港でおトイレをお借りしたんですけれども、隙間がありすぎて驚いたのですが、おおらかだなぁと感心しました。っていうか見えるかな、水の蛇口も変わっていて変な棒をグリグリしながら洗います。とっても難しいです。
テルの近くに戻ってきました。大好きなフルーツの屋台を見つけたので初めて買い物をしてみます。大好きなパパイヤとマンゴーをお願いしました。くれました。結構な大盛りです。まだまだ持っていきます。ぼったくられたらどうしよ山盛り。お会計はこんなにいっぱい山盛りで50ペソ。だいたい日本円で400円ぐらいでした。激安です。そして今まで会ったメキシコの方、みんな優しい。わー、かわいい。たった数時間しかいませんが、メキシコが大好きになりました。Google 評価 4.6 のお店にやってきました。目の前で調理が見れるカウンター席に座りましょう。ドキドキ。メニューの写真を撮って指差しで注文しました。左下の緑の文字のものです。お肉おいしそう。これが来たらいいな。待てど暮らせと全然来ません。さては忘れられたか。と思っていたら来ました。謎の食べ物です。なんか違うものが来た気がするけど、いただきます。皮みたいなのがすごい硬くてなかなか切れない。パリパリのお好み焼きの中にチーズが入ってる感じかな。美味しいけどちょっと油っぽいかな。謎の食べ物は40ペソでした。お店の人すごい優しかったな。お隣の女性がフルーツパフェみたいなのを受け取っていました。すごい美味しそうでした。今まで会った人みんな陽気で笑顔が可愛い。この国に恋に落ちてしまいそう。明日も早いし早く帰ろう。コンビニみたいなお店でお水を購入して、メキシコのお店の看板が一つ一つかわいい。そしてやっとホテルに帰ってきました。先ほど購入した山盛りフルーツをいただきます。入れ物から溢れています。美味しいのですがちょっと甘さが足りませんでした。ちょっと若いのかな。タイの方が甘くて美味しく感じました。この後シャワーを浴びたのですが、まさかの水シャワーでした。でももう私も慣れたものです。別に普通に浴びました。むしろ気持ちがいいです。ということで1日目は終了です。おやすみなさい。